こんにちは、つんです。今回は靴箱を掃除しながら愛用しているおすすめアイテムをご紹介したいと思います。靴の収納にお困りの方の参考になれば嬉しいです。ということで、年末に靴箱の中を掃除しました。我が家の靴の収納場所はこの1箇所で、夫婦2人分の靴を全部収納しています。靴はここに入るだけと決めてかなり手放したつもりなんですけど、出してみると結構ありますね。それでは掃除をしながら靴箱で愛用しているアイテムをご紹介します。まずこちら、備長炭シートです。湿気対策に敷いていますが、気になる匂いやフルムアルデヒドの発生も抑えてくれるそうです。靴箱の中には消臭剤とか炭を置いている人も結構多いと思うんですけど、シートなら置く場所に困らないっていうのがポイントです。何より気に入っているのは半永久的に使えるというところです。我が家では6年間交換することなく使い続けています。お次は靴の収納量が倍になるっていうのが売りのアイテム、靴ホルダーです。最近は100均でも似たような商品を売っていますね。これは10年以上前に買った靴ホルダーで、私的には少々不満がありました。まずこのストッパーっていうのがすっごいよく外れるんですよ。かかとに当たる部分に差し込んで使うんですが、もう靴を取り出すたびに落ちて、もうイライラしてほぼ捨ててしまいました。あとはこのタイプは高さが固定されているので、高さが低い棚には入らなくて困ったこともありました。そんな不満を解消してくれたのがこのライクイットの靴ホルダーです。先ほどの靴ホルダーもライクイットなんですが、こちらはより新しいタイプです。トレーとベースのパーツが取り外し可能で、差し込む穴によって高さが3段階に調整できるんです。例えば一番低いところはサンダルなどに、真ん中にはスニーカーやローファーなどに、一番高いところはヒールなどに、靴に合わせて調整できるので無駄なく収納することができます。我が家は可動棚なんですけど、靴の高さに合わせて調整したところ、一つだけどうしても低い棚ができちゃったんですね。でもこの靴ホルダーのおかげで高さの低い靴をこの低い棚に収納することができました。以前は外れてイライラしていたストッパーも、新しいタイプは一体型なので外れることなく快適です。この靴ホルダーは確かに収納量倍になるので、もしこれから靴ホルダーを買おうと思っている方がいらしたら、高さを調整できる新しいタイプがおすすめです。お次はブーツホルダーです。こちらも靴ホルダーと同じくブーツの収納量を2倍にできるアイテムです。ご存じない方のために使い方をご説明すると、ブーツの中にホルダーを入れて、片足をひっくり返し、それぞれのホルダーの空いているところにブーツの足先を重ねます。こうすることで片足分の横幅に一足収納できるというわけです。ブーツの型崩れも防げる一石二鳥のアイデアグッズですね。そしてこのブーツホルダーにも高さが調整できるタイプがあります。ロングブーツなら調整できなくてもいいんですけど、ショートブーツとかミドルブーツには高さが調整できた方が便利ですよね。ちなみにこちらもライクイットの商品です。高さを測ってみたところ、一番短くて 35.5 センチ、一番長くて49センチでした。この突起の部分で留められるので割と細かく調整できます。先端にはケースがついていて、乾燥剤を入れておくことができます。使い方は先ほどと同じく、ホルダーにブーツをセットして、片足をひっくり返して交互に重ねれば、
片足分の幅に1足収納することができます。このブーツホルダーのおかげで我が家の靴箱は3足しか横幅入らなかったんですが、余裕で5足入れることができました。型崩れも防げてすっきり収納できるところも気に入っています。収納とはちょっと話がずれますが、以前の動画でもご紹介したブーツジャックも買ってよかったアイテムの一つです。どんなに足がむくんでもスルリとブーツが脱げるんで、ブーツがなかなか脱げないっていうイライラが解消しました。あと、靴箱に入りきらなかった靴のお手入れグッズは無印良品の工具箱に入れています。片手で持ち上げられるので移動が楽なところと、出しっぱなしにしてても OK な佇まいが気に入っています。今回ご紹介したアイテムは概要欄にリンクを貼っておくので、気になる方はチェックしてみてください。以上、買ってよかった靴収納アイテムでした。少しでも参考になりましたら嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。